衝撃しかないんだけど、超殲滅したいのか何考えようとしたっけ。解剖するしかないのに。それ言い出した。まあ、人のこと信用してるじゃん。処分されるでしょ。気づいてなかったのか。全部の数字を足すよく見えないな。ロジカフェラ利用してない。何を俺指摘したんだ。やばい、死ぬ。死んじゃう。エマが投票されたの。なんか落書きされてるな。アホキモい。分割したんだ。嘘でしょ。分割した。マジで。は？どういう意味？なのかちゃんは、少しずつ移動させられた。体が細切れにされていたなら、あの覗き窓だって越えられるはずだよ。でもどうやって復元させるの？おかしくねえか、それ。ちょっと、待ってよ。どうやって復元すんの？シールか。そんなの、何もかも、通らないだろ。やばいことされる。やばいね、やばいやばい。なのかの体を小さく細切れにして、覗き窓から入れたって、そんな無茶、通るかよ。それにそんなことしたら血だって残るんじゃないかしら。凍らされてる。それはそうだけど、仮に血を出さずに切り刻めたとしても、なのかの体には傷が残るだろ。なのかの体は無傷だったじゃん。魔法じゃない。それともエマちゃんにはなのかちゃんが傷を負わず手足を外せたとでも言うのかしら。なのかちゃんが残した傷、それは現場に残された銃弾とも矛盾している。だってマジでメルが犯人なの。最初からずっと言ってたけどわかんないな。シールとかあり得る？もしかしてなのかちゃんの口の中を傷つけた理由、それって僕らに傷のことを伝えようとしたのだとしたら。傷のことを伝えようとした。衝撃しかないんだけど血は出なかった。先にも血がついてる。分割されたの？そんな綺麗にくっつく炎症を引き起こす。なのかちゃんが殺された後、液体窒素か何かで凍らされてたんじゃないかな。それなら血は出なくてもおかしくないよ。で、どうやって元に戻したん？それは雪を固めるみたいにギュッて。残念だけど凍ってるからといって切断した体は元に戻らないわ。当然だった。でも分割はしたんだよね。じゃあやっぱりなのかちゃんをバラバラにした後で元に戻した方法は。魔法使ったんじゃないか。なんとこれ研究員の調査層。この島に残された資料から大魔女が広めた魔女因子の研究を開始して数十年。これは島が人間の手に落ちてからか。魔法の技術体系は既存の科学とは全く異なり、分析には困難を極めたが多くの非道な実験を経てようやく魔女因子と取り除く薬を開発した。魔女因子と取り除く薬。しかし副作用として魔女因子は中和される際に肉体を修復不可能なほどに破壊する。得られた結果、魔女を殺す薬だった。だがその薬は少女たちを救うものではなかった。我々が達成したのは魔女となってしまった少女たちを犠牲し、束の間の社会秩序を得る方法でしかなかったのだ。魔女を殲滅したいのか？中の体に魔法を使ったんじゃない？やばいな。メールしかいないじゃん、これ。犯人は魔法を使ったんだ。は？誰がだよ。そんな魔法を使える人は一人しかいない。バラバラにされたなのかちゃんを覗き窓から移動させ、魔法を使ってそれを隠した人物。それは他の可能性示したよね。ちょっと待って、やばいな。これは告発だ。でも信じられない。ありえない。扉開けたってことは黒幕なのか？なんで今動こうとした？やばすぎでしょ。何も考えられないな。何も進まない。何考えようとしたっけ？これで殺したんでしょ？アリサを殺したのか？黒幕がなんで殺す必要あんの？黒幕なの？鍵なんで開けられんの？やっぱ死んでたのか？けど彼女がした可能性しか残されていない。投資する前に死んだのか？なら指摘するしかない。薬変えられる人物もメルだよね。薬変えたことによって毒殺したよね。僕に背中を預けるって言ってくれたなのかちゃんのためにも。なのかちゃんの銃の見つかっていない最後の一発、それはなのかちゃんに撃ち込まれたんだ。そうしてなのかちゃんは銃殺された後で一度バラバラにされた。外傷なかった。傷回復したから銃弾は残ってそうだな。その後覗き窓を通して処刑台に移動させられて、最後になのかちゃんを殺した犯人は彼女に魔法を使った。その後メルル裁判所から戻ったのか？メルルが起動したのか？それは傷を治す魔法。傷を治す魔法？なのかちゃんを殺した犯人、それは君しかいないんだ。氷上めるるちゃん。私ですか？思えば最初からめるるちゃんにしか犯行はできなかったんだ。僕はなのかちゃんが地下に行くのを見送ってからずっとゲストハウスの前で誰も来ないよう見張っていた。その後死体の発見アナウンスが流れて裁判所に駆けつけると、そこにはすでにマーゴちゃんとココちゃんがいたんだ。メルルその時いなかったの？3人で見つけたわけじゃないのか？もし2人のどちらかが犯人なら僕を追い越さないといけない。だから最後に来ためるるちゃん、君しかなのかちゃんを殺せないんだ。でもどうやって扉開けたの？そんな思い直してください、エマさん。お願いです。話を聞いてください、皆さん。私はそんな強い力は持ってないので、大きな傷を治すなんて無理です。それに死体の傷を治すなんて、そんなこと考えたこともありませんでした。でもできるかもしれない。そういえば前にシェリーちゃんが傷を負った時もメルルちゃんは治しきれてなかったわね。
本当にメルルちゃんに大きな傷を治す力があるのかしら。隠してた？体を細切れにしたって言うけど、それなら服はどうすんの？服を直せる。確かにそれもそうね。エマちゃんの推理だと犯人がナノカちゃんを撃ったことになるみたいだけど、でもナノカちゃんの服に撃たれたような痕跡は残っていなかったわ。マッチ、それでもメルちゃんがやったって言ってんの？エマさんはそう信じたいんでしょうけど、でも実際ナノカさんの傷が治ったなんて証拠はありませんよね。榴弾が残ってるかどうかだよ。私あなたのこと信じてますから。榴弾見つかってないんだよね、多分。ナノカちゃんの残した口の中の傷、もしメルルちゃんの魔法を伝えようとしたのなら、メルルの魔法を伝えようとした。ナノカちゃんはその時すでに傷を負っていたのかも。そのことが証明できれば。傷を負っていたことを証明する。これ撃たれてから金庫開けたのか。違う、口の中の傷氷でやったんだよね。時系列わかんないな。多分2発とも犯人が撃ってて、境界なんで犯人が撃ってるか知らないけど、あの一瞬で氷で自分の口の中傷つけて金庫開けたの。ナノカの体。服も直した。わかんない。榴弾が残っている。ナノカちゃんの銃の残された一発、それはナノカちゃんの体に撃ち込まれたはずだよ。だからナノカちゃんの体にはまだ銃弾が残っているはずだ。それを探せば。どうやって？どうやってだね。仮にナノカちゃんの体に残っているとして、弾丸はどこに入っているのかしら。解剖するしかないよね。今から体をぐちゃぐちゃになるまで引き裂いて、どこに弾丸があるのか探してみる？それはその金属探知機を使う。それ言い出した。じゃあその金属探知機はどこにあんだよ。屏風の中か。まあすぐには無理か。確かに探し出す方法はないかも。何かメルルちゃんの力を説明できるも、実際に証拠にならなくても可能性を積み上げてマーゴちゃんとココちゃんに歌いかけられれば。それでメルルはやってない。これどういうこと？服を直した。証明できるのそんなこと。無理やね。裁縫で直したい。レスキューめっちゃ飛ばしてたけど。レスキューボックスの中には裁縫をするための道具が入っていた。つまりメルルちゃんはどんな服でも綺麗に直す裁縫の魔女だったんだよ。おかしいでしょ。一言で否定されちゃった。さすがに手で直すのは難しいか。でも僕はどこかで見た気がする。無機物が治療された可能性を。無機物も治癒される？メルルちゃんが無機物さえも直すことができた強力な魔法の使い手だったという証拠。それはこれだ。服を直した可能性があることだよね。操作版か。昨日エマが落として壊したはずだが新しくなっていた。戻ってきた。僕が最初に地下の操作室に入った時、操作盤を落として壊しちゃったんだ。はあ、最悪じゃん。慌ててたんだ。わざと壊したわけじゃなくて。でもそれはおかしいんだよ。だってさっき僕がココちゃんと一緒にもう一度行った時、そのパネルを元に戻ってたんだもん。確かに壊れてたとこはなかったけど、それで何が言いたいわけ？多分だけどメルルちゃんの魔法はすごく強力で生き物以外でも直せるんだ。だからメルルちゃんは地下で僕が壊しちゃった操作盤を魔法で直したんだよ。メルルちゃんの魔法は機械ですら治療する。エマちゃんはそう言いたいわけね。強いな。それならナノカちゃんの服に破れた跡や血痕が残っていなくても不思議じゃないよ。もしもそれが本当だとしたら、メルルちゃんは自分の魔法がとても弱いものだと偽っていたということかしら。きっとそうだと思う。これまでバレないよう調整してたんだ。騙してたってこと？だそうだけど、どうなのかしら、メルルちゃん。と騙してた。そんなことありえません。エマさんの勝手な想像で。私はいつも本気で。じゃあさ、エマッチの話ってなんか証拠はあんの？メルちゃんが嘘ついてるって証拠。アーティシラはその落とした操作盤も見てないんだけど。そうだよね。それは今はないけど。そうです。エマさんの推理は全てエマさんの視点のお話のはずです。きっとエマさんは何か勘違いしているか、幻覚でも見せられていたりするんじゃないでしょうか。そんなことないよ。エマさん、目を覚ましてください。おっと、何話してくる？私は何もやっていません。エマさんの突拍子もない推理、もしかするとエマさんは誰かに操られている。食べりすぎだぞ。そんなことないよ。僕は一つずつあったことを検証して積み重ねているだけで。でも確かにメルルちゃんの言うことも一理あると思うわ。仮に何らかの方法でナノカちゃんの地下施設の壁を越えることができたり、エマちゃんの情報が真実だったとしても、直接メルルちゃんがナノカちゃんを殺したと指し示す証拠は一つもないんじゃないかしら。殺した証拠？ナノカちゃんの口に残されていた傷も銃弾もメルルちゃんの犯行を示す証拠とは言い切れないと思うの。私はエマッチの言うことも結構説得力あると思う。そんなココさんまで。いやでも完全に信じきれるかっていうと
エマちゃん妄想で考えた方がしっくりくるっていうか、メルちゃんが本当にそんなことするのかなって。まあ、人のこと信用してるじゃん。ココちゃん迷ってるみたいだ。もう一押しすれば僕の言葉を信じてくれるかもしれない。今はとにかく真実に向かって前に進むんだ。証拠を出すの。メルルちゃんがメルルが殺した証拠あるか？薬で殺したことしか、でも何かについてでしょ。聞いてみるか。メルルちゃんが殺した証拠はあるはずだよ。あらそうなの？じゃあそれを示してちょうだい。メルルちゃんがナノカちゃんを殺した証拠、それはこれどのセリフを突っ込んでも証拠掲示しそうだな。これ難しいぞ。15分しかない。透明な一体なんだこれ。わかんないって。この証拠このツッコミじゃないな。傷はダイイングメッセージだった。氷？銃弾は犯人を示している。メルルにアリバイが。これは言い出しても今もできる可能性あると思うし。ダイイングメッセージ。傷がダイイングメッセージか。ナノカちゃんの口の傷、あれってダイイングメッセージだったんじゃないかな。マジ？だってわざわざ口の中についてるんだよ。犯人がつけたにしては変な場所だし、それに口の中ってことは犯人に見つからない場所でもあったはずだよ。ナノカちゃんはメルルちゃんの魔法で傷を消されちゃうと思ったのかもしれない。ああ、それはあるんだ。死因という証拠を隠滅される前に自身に傷をつけて僕たちに違和感を残そうとしたんだ。確かにその可能性がないとは言い切れないかもしれないわね。メルルが銃を持って人を殺すとこ思い浮かぶと面白いね。でも推測の域を出ないとは思うわ。こんなキャラか。この子が銃を持つの？そもそもナノカちゃんにダイイングメッセージを残す時間なんてあったのかしらね。わざわざこのメモを書いた理由だよね。もしも即死だったとしたらそんな時間なかったはず。その場合はダイイングメッセージ自体が犯人の偽装ということになるわ。そもそもなんでダイイングメッセージ気づかれてないの？処分されるでしょ。なんで残ってるんだ？じゃあエマッチがメルちゃんになすりつけるために？気づいてなかったのか？そんなことしてないよ。ナノカちゃんが死に際本当にダイイングメッセージを残せたか判断する材料はないかもしれない。致命傷は直されてしまってどんな死に方をしたのか僕たちにはわからないから。でも逆にナノカちゃんが死に際即死でなかったと証明できれば、それがダイイングメッセージを残せた証明になるかもしれない。でも後から分解されたんでしょ。絶対下されてるよね。ダイイングメッセージバレてないのか？どうかしらエマちゃん。今の質問にあなたが答えられる？ナノカちゃんがダイイングメッセージを残せたのか？もちろんナノカちゃんがダイイングメッセージを残す時間はあったよ。なぜならおっと、ダイイングメッセージから移動した痕跡がある。抵抗した痕跡はないでしょ。もっとダイイングメッセージある。冷凍室にはもっとダイイングメッセージが残されていたんだから。あの金庫のことじゃないのか？はあ？何それ？ナノカちゃんが残したダイイングメッセージは口の中の傷の他にももう一つあったんだ。それがナノカちゃんが即死でなかった証拠だよ。でもどっから出てきたっけ？服の中から出てきたよね。ダイイングメッセージを残せたことを証明するのがもう一つのダイイングメッセージの存在だなんて面白いわ。聞くだけ聞きましょう。そのダイイングメッセージって何なのかしら？ナノカちゃんが残したもう一つのダイイングメッセージ、それはメモ。ナノカちゃんが持っていたメモだよ。これが犯人を示してるんじゃないかな。なになに ?169231 イロック2歳みたいな読み方じゃないか？パスワードじゃない？全部の数字を足してみてココちゃん。 22？ 全部の数字を足す？このメモバレてないのか？ 22 が何を意味してる？何なんだろうねこのメモ。こっちが聞きたいんだけど。あとなんで計算させた？これっぽかったんだけどな。もっと明確な証拠がなきゃダメだ。これじゃないんだ。じゃあ金庫開けたのか？この金庫を見てほしいんだけど、金庫の表面数字を入力する部分に血がついてるんだ。それは現場で血を流しているのは殺されたナノカちゃんだけのはず。つまりこれを残せるのは傷ついたナノカちゃんただ一人。ナノカちゃんがこれを残したならナノカちゃんは即死はしてなかった。つまりダイイングメッセージを残せたはずだよ。入り組んでてわけわかんないんだけど。論理としては破綻しているわ。犯人がそれを偽装した可能性もあるしね。でも最後まで聞きたいわ。あなたの推理を聞かせてエマちゃん。これは過程に過程を積み重ねた推理とも言えない推測。けれどこの先にその論理を裏付ける証拠が出てくればみんなに信じてもらえるはずだから推理をやめちゃダメだ。ナノカちゃんは金庫のナンバーに触れて血の跡を残したんだよ。なるほどね。ならナノカちゃんは命がけでその情報を残したということになるわね。だとしたらその残された血痕は何を意味しているのかしら。なんでこれ放置してんの？これは気づかれてないのか？ 670。 もちろんこれは金庫のナンバーを使ってある数字の組み合わせを伝えようとしたんだと思う。上から順番に6と7と0。これって6と7。あ、マジか。囚人番号か。この血の後でわかるんだ。この金庫の証拠見つけた時点でメルルってわかるんだよ。囚人番号。3桁
桁の数字が表すもの。それはもちろん囚人番号だよ。囚人番号670。それってメルルちゃんの囚人番号ね。金庫は開いた状態だとナンバーが隠れた状態になるよね。なのかちゃんはそれを見越して犯人に見つからないようこっそりダイイングメッセージを残したんだよ。メルルちゃんを犯人だと指摘するために。それはマーゴさんの言ったように犯人がつけたものかもしれません。私を陥れるためにこれ言われたら否定できないな。誰かが私に罪を着せようとした偽装なんです。エマさん、私のこと信じてください。メルルちゃん、でもメルルちゃんならできるんだ。メルルちゃんが黒幕なら。エマさんを疑うわけではありませんが、ナノカさんの死体の状況はエマさんが黒幕でも成立する話だとは思います。どういう可能性を持ってくる？それは。だからもっとお話ししましょう。そうすればきっと分かり合えるはずです。エマさん、信じてください。私にはナノカさんを殺す理由はありません。きっとエマさんの勘違いです。私が犯人という証拠はないですし、黒幕なんていうのもただの妄想かも。私たちが仲間同士で疑い合うなんてよくありません。でもナノカちゃんを殺した犯人は朝の時点で地下にいたはずなんだ。だとしたら犯人はこの地下施設の存在を知っていた人物のはず。どうやって知った？そしてその犯人はこの牢屋敷を操ってきた黒幕しかいないんだ。メルル黒幕なの？確かにエマッチが犯人でもメルちゃんが犯人でもどっちかが黒幕なんだろうけどさ。なんで介入した？ねえ、どっちが黒幕だと思う？まあもう介入する理由何？さあ、私もわからないわ。でもどちらにせよ、ナノカちゃんが地下に行ったなら魔法を使った可能性が高いと思うわね。ナノカちゃんの魔法は過去の原子。この地下施設で発動すれば黒幕はすぐに分かっちゃうのね。未来の原子もできる。少なくとも犯人はそう思ってナノカちゃんを殺したんじゃないかしら。真実を口外されないよう口封じしたのよ。どっちが殺したかわかんないならとりあえず黒幕っぽい方を処刑すればいいんじゃね？残念だけどそっちの方が犯人を特定するより難しいと思うわ。黒幕を示す証拠なんてあったら苦労しないもん。なあ、そんなの持って黒る？幕ってさ、魔女なんだよな。だったら殺してみればわかるんじゃね？殺して死なない方が黒幕ってことだし。魔女裁判らしいわね。私たちも魔女化が進んできているみたいね。そろそろ殺しても死なないかもしれないわ。わかんないな。爪伸びてるのか？魔女は死なない。何か違和感があるよな。これまでの事件、証拠、情報、僕たちで調べたこと、アリさんの魔女か？つなぎ合わせれば黒幕を示す手がかりになるかもしれない。魔女を殺す薬。エマさん、信じてください。黒幕なら動機はある。動機ないでしょ。エマさんの勘違い。メルが犯人の証拠はないでしょ。囚人番号だけだもんね。それがナノカが黒幕を追っていた。ナノカちゃんの魔法ナノカなら黒幕わかる。だから処理しても問題ないんだよ。残念だけど黒幕を示す証拠ある？これか資料。資料見てないよな。いや、証拠はあるよ。それはこれだよ。本当に？地下の冷凍室にあった大量の資料。あれは黒幕がまとめたものなんじゃないかな。中には多分この牢屋敷に閉じ込められたみんなのことが載ってる。一回読み込んだ方がいいよね。ということはここに載っていない人間、それが黒幕なんだよ。私のこと乗ってなかったんですか？そうなの？ちょっと待って、今確認するよ。載ってるんじゃない？あら載ってるわよ。氷上メルルちゃん誕生日は12月25日ね。じゃあ黒幕じゃないのか？なんでドア開けられんの？合ってます。合ってた。他にないかな。黒幕にしか使えなくて黒幕が使っていたもの。それはこれだよ。黒幕にしか使わなくて透明な液体？それはこれでアリサ殺したんじゃないの？ずっと言ってるけどさ。金庫に入ってた薬。 B って書かれているわね。それは一体何の薬なのかしら。それがどうしてメルルちゃんが黒幕だという証拠になるの？この薬が何か。それは毒薬。魔女を殺す薬。今出た。このタイミングでトレデキムの情報が出てくるの。マーゴちゃんが教えてくれた不死の魔女すらも殺してしまう強力な毒薬。ええ、もちろん。名前はトレデキム。それは確か。投資する前に死んだんだな。魔女因子を分解した衝撃でスタボロになるんでしょ。どうしたんだよ。トレデキムは。あとはそう。この屋敷のどこかに魔女を殺す薬があるらしいの。魔女を殺す薬？
これ聞いてた？ええ。薬の名称はトレデキム。ラテン語で13を表す言葉みたいね。これが13か。ラテン語で13を示す言葉。そのラベルに書いてあるのは。そう。この薬瓶に書いてあるラベル。これは B じゃなくて13だったんだ。つまり、この薬が魔女を殺す薬なんだよ。その薬は何それが地下にあったらなんで黒幕を示す証拠になんだよ。ずっと前からあの部屋に入ってた。じゃあ黒幕だよな。魔女は死なない。僕たちの中に魔女化が進んでいたのに死んでしまった人がいるのを覚えてるかな。魔女なのに死んだ人。それってアリサ。本来彼女は普通に死ぬことができなかったはずなんだ。だからもしかするとその人はトレデキム。魔女を殺す薬を使われて殺されたのかもしれない。トレデキムを使って殺された人物は死とアリサね。最初からずっと言ってんだけど。考えてみれば当然のことなんだ。そもそもアリサちゃんが死んでいるのがおかしいんだよ。アリサちゃんの肉体は明らかに魔女化が進行していた。でも魔女は死なない。この矛盾した2つの理屈が成立する可能性は2つ。アリサちゃんは魔女になる前に死んだか、もしくは魔女を殺す方法が使われた。つまりエマちゃんは魔女を殺す薬トレデキムがアリサちゃんの殺害に使われた。そう言いたいのね。そうだよ。薬管理してる人だったらラベル入れ替えることも可能なもんね。メルルちゃんはアリサちゃんに睡眠薬を渡したんじゃない。トレデキムを渡して殺したんだ。その薬は隠された地下の金庫に入っていた。そこにアクセスできた人は限られるわね。そんなところにあるのが使えるやつなんてこの牢屋敷の黒幕だけじゃん。黒幕じゃないのかもしれない。けどさ、本当にアリサがその薬を使われたって証明することってできんの？ねえマーゴちゃん。マーゴちゃんはこの薬のことを教えてくれた時言いかけてたよね。その薬は体に入ると副作用で死後に身体的な反応が現れるらしいわ。赤い蝶が出る？ただこの情報もまだ読み解いている途中。また詳しいことが分かったら教えてあげるわね。でも赤い蝶って城ヶ崎の魔法でしょ。副作用がある。もしその副作用の効果がアリサちゃんの体に現れているなら、アリサちゃんは黒幕に殺されたことが証明できるはずだよ。教えてマーゴちゃん。トレデキムの副作用、それは死後人体の特定の部位が硬化することよ。その効果で半透明の異常な結晶体が形成されるわ。何それ？まるでキラキラと光る宝石のようにね。初めて聞いたぞ。結晶見えないよな。体が宝石になる。その部位は？その部位は眼球の水晶体および角膜。つまりまぶた。目が宝石になるのよ。これ宝石なの？よく見えないな。目？アリサの目どうなってんの？赤だよな。あの時カメラで撮っておいたアリサちゃんの死体の写真。その目の部分を拡大すれば、みんな見て。これ光ってる。アリサの目の色も変わってるような。宝石じゃん。みんな気づかなかったの？結晶化しているようね。本当に綺麗な宝石みたい。じゃあアリサちゃんには魔女を殺す薬トレデキムが使われていた。メルルちゃん、あの B の睡眠薬は君が渡したものだったよね。じゃあエマが投資させてない証明になるね。その時睡眠薬とトレデキムを入れ替えていれば簡単にそれを飲ませられたはずだよ。トレデキムの効果は経口摂取であれば数分以内、傷口からの侵入であればすぐに効果が現れるものよ。疑わずに飲ませることができれば毒殺に使うことは簡単でしょうね。じゃあそもそもアリサは昨日の晩電気椅子に座ってた時点でもう死んでたってこと？そうなると処刑台を動かしたエマちゃんはアリサちゃんを殺していないことになるわね。つながった。黒幕への道。アリサちゃんとナノカちゃんを殺した真犯人への道が。エマの疑いが晴れたのならもうメルルしか疑われないよな。なのか殺したことは置いといてアリサ殺した可能性がメルルに移ったな。メルルちゃん、嘘だよね。嘘だって言ってよ。トイレ行きたいな。この事件長。4時間くらい利用してない。一つに2つ分の事件あるでしょ。やばいな。サポーターが犯人だった。そんなのは嘘です。メルルちゃん。何が嘘なの？何かの間違いだと思います。ハイライト消えたんだけど。私は黒幕じゃありません。いや、わかんないな。30分ある。きっと薬は黒幕に入れ替えられていたんです。それならアリサさんが魔女を殺す薬で死んだというのにも納得できます。でも睡眠薬とは薬の色が違うよ。
メルルちゃんが取り違えるはずなんてない。なら睡眠薬とは別に薬を飲まされていた、それだけだと思います。けどナノカちゃんの死体が処刑台で見つかるわけがないんだ。ナノカちゃんは今朝地下にいたんだから。メルルが後から合流したから、誰かがいたのは処刑台の動作記録で国長が証言してくれるよ。メルルしかいない。なら残念です。エマさんが殺したのでしょう。僕が地下で殺していたならナノカちゃんを処刑台に移動させることができないよ。これ怠慢だな。簡単な話です。ナノカさんは前日に殺されていた。外野黙ったぞ。処刑台で殺されそのまま地下へ送られたんだと思います。その時裁判所にはアリサちゃんがいたはずだ。つまりアリサさんとナノカさんはエマさんが同時に殺していたんだと思います。アリサさんを魔女を殺す薬で毒殺し、ナノカさんは睡眠薬で眠らせていた。その後エマさんは処刑台を操作してナノカさんを凍死させたんです。黒幕なら自由に操作できるはず。黒幕である犯人は桜庭エマさん、あなただったんです。黒幕は君だ。メルルちゃん、これどう崩すの？こんなんどうしたらいいんだよ。自分の頭で考えるしかないわね。対決だもんな。言うなよ。今日は寝起きも最悪だったしわけわかんねえ。あ、待って、それある。ナノちゃんが犯人だった場合、ナノカちゃんは眠らされ裁判所から地下へ送ここ睡眠薬飲んでたる。な。メルルちゃんが犯人だった場合、ナノカちゃんが地下で殺された後処刑台へ移された。ナノカちゃんが殺された場所を示せる証拠はあるのかしら。もしかするとあの時のあの人の言葉、この証拠品が関係してるのかもしれない。証明するんだ、真実を。入浴最悪、なんか引っかかるな。アリサが毒薬を受け入れるはずがない。いや、毒薬飲むでしょ。アリサは自殺しようとしたんだよね。なんかバグってきてる。最初の時期は忘れたんだけど、アリサは死ぬつもりで飲んだんだよね、睡眠薬を。てかなんで電気図で飲んだんだよ。でさ合ってる。それエマの視点だけだからね。今は嘘つけるからな。二人を殺す動機ない。わかんないよ。毒薬の場所なんでわからない。黒幕だったらわかるって話になるでしょ。睡眠薬はメルルの、まあそうなんだよね。誰かが後から細工できるよね。操作方法はわからなかった。だからあんなごちゃごちゃ。でもそれも嘘って言えるよね。ナノカは投資ではない。それ今言ったところでもう分かってるでしょ。ナノカの死因は銃殺でしょ。出血作業で。ここのこれなんだよな。寝起きの出来事は何？もう薬が気になるんだよね。寝起きって何があったの？夢だよ夢。朝夢を見たんだけど、夢の中にナノカが出てきてさ、突然パンパンって大きな音がしたんだ。もしかしたら私夢の中でナノカに銃で撃たれたのかも。これ千人眼じゃないか。2回も撃ったのか連続で。これナノカ沢渡ここの千人眼を知ってあえて情報を見せたんじゃないか。襲われてるから。でその後それに驚いてベッドから落ちちゃって。ちょうどその時、私がココちゃんの部屋の前を通りがかったの。それで一緒に向かったのか。大笑いされてマジで最悪だったんだけど、思い出したら腹立ってきた。寝てる時でも発動するの。災難だったね、ココちゃん。写真とか持ってた？睡眠薬が見るのか。これ一回聞いてみるか。薬は全部メルルちゃんが管理してるはずだよ。僕に持ち出せるわけないよ。いや、誰でも最悪できるかも。私はそんなに薬を厳重に管理してたわけじゃありません。確かに分類して睡眠薬のような注意が必要な薬には渡す前にラベルをつけたりはしていましたけど、医務室には誰だって入れましたし、エマさんだってアリサさんに睡眠薬を飲ませることは可能なはずです。エマさんの言葉は間違っています。決定的な証拠がないとメルルちゃんを追い詰めることはできそうにない。けどそんな証拠はどこにもないかも。一旦落ち着こう。アリサちゃんは黒幕に毒殺されたし、ナノカちゃんの殺害は地下で行われたはず。証拠がないならメルルちゃんの犯行を証明できる証人でもいれば。証人？でもそんな人本当にいるのかな。川渡ここをどうやって引きずる？殺され地下で死んだと証明できる。ナノカちゃんは今朝地下で死んだんだ。でもそんな証拠ありませんよね。あるなら示してください。川渡ここ。その証拠はメモ。これ証拠になるの？銀行開けてるよね。それがどうしてナノカちゃんが地下で死んだ証拠になるのかしら。その証拠じゃナノカさんが地下で死んだ証拠になるとは思えません。これじゃないのか。私もそう思う。このツッコミじゃないのか。ナノカが死んだ証拠、ナノカの銃じゃない。どれを示したらいいんだ。だから入ったんじゃないの。これじゃないの。地下施設の弾痕はナノカちゃんの銃でついたものだよ。ナノカちゃんが地下で犯人と鉢合わせて銃撃を受けた後に死んだんだ。でもナノカさんが銃殺されたなんて証拠はないはずです。それはそうだね。弾痕だっていつついたのかわからないのに、それを堂々と証拠だと言い張るなんて。エマさんは他の人に罪を着せようとしているだけです。今
まで議論で話したことじゃなのかちゃんが地下にいたかを証明することはできないのかも。証明できないんだ。僕だけで証明できないならココちゃんやマーゴちゃんの話も聞いてみよう。難しすぎる。何を俺指摘したんだ。拳銃と儀礼剣なんなの。待って、わかんない。時間やばい。ココの情報はなんだ。知ってる人物がいる。やばい、知る。死んじゃう。大窒素関係ないもんな。それがこれじゃない。この質問違う。証拠関係ないな。アリサが毒殺を受け入れるはずがない。これやってみるか。アリサちゃんが黒幕から直接毒薬を飲まされたっていうの？そんなのアリサちゃんが受け入れるはずないよ。絶対。別の飲み物だと思わされていたのかもしれません。例えばエマさんから渡されれば怪しむことなく飲んでしまうでしょうし、睡眠薬を大量に服用していたせいで判断力も鈍っていたのかもしれません。毒殺は誰にでも可能だと思うんです。一旦落ち着こう。証明できる人。見る強すぎるぞ。合ってるって言ってもね、エマが言うことでしょ、これな。のかちゃんとは今朝でも最後にエマが最後目撃したからこれ言ってもなって感じだよ。やっぱ証拠か。時間ないな。死ぬ。ガチで死ぬ。時間切りだったらエマ疑うでしょ。銃冷凍室で見つかってるよね。でもこれ置けるもんな、後から。なのかちゃんの銃は冷凍室にあった。なのかちゃんが地下に来てなきゃこれは残っていないはずだよ。でもナノカさんを殺した後で犯人が冷凍室に持ってきたなら説明はつきます。だよね。それに果たして本当にその銃はナノカさんのものだったのでしょうか。どういうこと？その銃はナノカさんが牢屋敷で見つけたもののはずです。同じ銃が他に一つもなかったとエマさんは知っているんですか？もしそうならエマさんがこの牢屋敷のことを知り尽くしている。あ、時間ない。終わった。待って、この会話中に時間経過するの。そうしてエマが犯人を突き止めることができないまま時間流れた。議論はここまでということで、終わったんだけど。移ってもらっていいですかね。犯人がはっきりしてないのに投票なんて。でもやるしかないんだよ。いや、今進んでたから、殺人犯を特定しなければ全員処刑されてしまうのだ。たとえその人物が真犯人でなかったとしても、誰が魔女として処刑されるのかを決めなければならないや。っぱり辛すぎるよ。エマだけじゃない。その場にいる誰もが震え青ざめていた。だが容赦なく投票の時間がやってくる。どのチャプターでもこのエンディング流れる。少女たちは自身のスマホを操作し投票をしていく。そしてまるでそぐわない間抜けなファンファーレ音とともにスマホに映し出されたのは自分？エマの画像だった。待ってよ。何かの間違いだ。エマが投票されたの。間違いではありません。というわけで、得票数の最も多い桜庭エマの処刑が決定。魔女として処刑されるの。なんで合ってるの？なんで僕なの？合ってるの？エマはメルルにすがるような目を受ける。メルルも信じないといった面持ちで言葉を失っているようだった。エマは他の少女たちに疑問を投げかけるが、誰もが何も答えをしなかった。ある者は気まずそうな顔を伏せ、ある者は哀れむようにエマを見つめる。そして真犯人はもしかしたらこの中でクソエンでいるのかもしれない。言うなんてどうでもいいんじゃないんですか。なんとなく怪しいと思ったからとか、ぶっちゃけ嫌われてるとか。そんなのめちゃくちゃだよ。僕は人殺しなんかしてない。まあ決定は決定で残念ですけど諦めてもらうしかないかと。さっさと閉廷したいですし、進行しちゃっていいですかね。涙を浮かべて無実を訴えるエマだが、獄長には取り付く島もなかった。おかしいよ。みんなも何か言ってよ。ねえってば。念のため言っておきますが、邪魔や介入をすれば看守がそのものも同様に断罪しますので、全員がスマホの処刑ボタンを押したら処刑執行スタートです。定型文を読み分けるように獄長は淡々と告げた。少女たちは青ざめながら次々にボタンを押していく。はい、ではこれより魔女の処刑を執行します。処刑の様子見られるの？獄長の宣言とともに仕掛けが作動し始めた。これ犯人扱いされて終わるの？失敗扱いじゃないの？どこからか歯車の回転音が聞こえ、中央の台座がわずかに揺れた。床が開き、台座がゆっくりと下降していく。もともとあった台座と入れ替わる形で現れたのは、骨を立って首を切り落とす処刑の執行装置。ちらりと鋭い歯が囚人の首を待ち構えているかのように鈍く光っていた。エマは青白い顔でガクガクと身を震わせる。獄長の合図で監視が動き、エマを拘束した。ジタバタするエマを監視がステージに引きずっていく。待ってよ。僕本当に殺してない。こんなのおかしいよ。お願いだからやめてよ。虚しい抵抗をするエマの頭を押さえ、監視は彼女の目を装置に固定した。恐怖に震えるエマの表情が絶望に染まる。刃を固定しているロープの代わりに監視が立ち、おもむろに鎌を振り上げた。確実に迫る処刑執行。エマは怯え呼吸を乱している。これだけ普通に死ぬやつでしょ。なんか落書きされてるな。アホキモいしね。ギロチンに踊る心ない落書きがエマに浴びせられる罵声のように思えた。うめくように繰り返されるエマの言葉が裁判所内に響く。やっちゃってください。スパッと
お願いします。そんなものはお構いなしといった様子で極長が監視に指示を出す。監視はループに鎌を振り下ろした。勢いよく落下した刃がエマの首を跳ね飛ばす。最後に刻まれた表情は絶望に歪んでいた。犯人の姿はエマは魔女として処刑された。普通に死んだ？だからそれで何かが解決したわけじゃない。結局真犯人はわからないままだ。きっとまた殺人事件が起こる。そして魔女裁判は続く。なんでエマの場合普通に進行するんだ？真犯人間違えたら全員処刑されるんじゃなかったのか？この後で処刑されるの？バッドエンド。で、これ剣だよね。赤い蝶が待ってる。どこまで戻された？一応セーブしていたか。止まってたらダメだな。時間動いてる。ただで死んだ証拠。ループだこれ。総当たりするしかないのか。ここの夢の内容がヒントなんだよね。総当たり一番したくないな。今までやってないから。ちゃんと理由付けてから証拠品出してるから。証拠こんな外すことある？自分の血で書いたんだよね。あ、タイムアップ。待って、時間進んでるじゃん。終わってるわ。2回目だから。こいつで初めてゲームはしてる。今が離れたタイミングで入ってきたんだよ。ここで死んだんだよね。証拠当てて納得するしかないんだけど。こいつだけ60分くらい使ってない？こいつやばすぎるだろ。証拠までが長いのがしんどいよね。これループしてる。絵面終わってるから。もっと早くできないのか。こんなの編集したら一瞬だけどな。これがライブだよ。これ終わった。時間ないです。3回目だぞ。こんな積むことある？一体窒素やったもんね。書類なんか関係あんの？は？なんで？書類？金庫に入っていた資料だよ。僕たちの情報が載ってる紙の資料だ。これさっきメルルの資料載ってるか黒幕じゃないみたいな話で終わったよね。何これ？それがどうしてなのかちゃんが地下で死んだ証拠になるのかしら。なんで地下で死んだ証拠になるの？読み解くには時間かかる。全員でプロフィール。この資料によって今朝の地下の様子を知ることができた人がいるんだ。その人は黒目なのかが見たんじゃないの？なのかちゃんなら地下の様子が分かったはずだよ。なんだって今朝彼女は地下にいたからね。この資料を見て何かした？それで何が言いたいのかしら。だからそれで分かった人がいるんだよ。ならもったいぶらずにその人を教えてちょうだいね。マーゴちゃん目が笑ってない。この資料で地下の様子が分かる人がいるはず。そしてその人は今朝気になることを言っていたはずだ。ここなんか言ってたっけ？資料読んでる様子観察したのか？ここなのか？なんで千里眼表示されてないの？なんで千里眼消えてんの？千里眼情報消えてるよね。君の魔法もう一度説明してもらってもいいかな？なんで千里眼の情報消えてんの？このチャプター。意味わかんないよね。あてしの魔法は千里眼。どんな遠くにいる相手でも見える魔法。その条件は、ここが夢見てたってこと、情報知ってたってことは、やばすぎるわ。ガチやばすぎる。やばすぎでしょ。資料見てたから写真見て存在認知されてたのか。その時に襲われたの。ちょっとやばいな。確かに写真見てって言ってたけどね、人物のプロフィール書いてなかったんだよ。なんでかずっと分かってなかったけど、動く映像だけじゃなくて写真でも認知されるとか言ってたもんね。これプロフィール隠してんのやばいだろ。あてしを見てること。配信を通してとか。写真でも大丈夫なんでしょ？写真とか。ココちゃん、それは。俺写真消えてたわ。写真知ってたのに。ココちゃんは今朝冷凍室に行った時、夢の中で冷凍室とナノカちゃんを見たって言ってた。最初聞いた時はただの夢なのかと思ったけど、その時実際に地下の冷凍室にはナノカちゃんがいたんだ。そして資料に載ったココちゃんの顔写真を見せたんだよ。ココちゃんは寝ながら千里眼の魔法を発動していたんだね。そしてナノカちゃんが見た。あの夢マジだったの？ココちゃんは寝ながら魔法で犯行を目撃したんだ。それがナノカちゃんの今朝地下にいたっていう証明だよ。写真やばすぎるな。確かココちゃんが目を覚ましたのは9時頃だったわね。もしナノカちゃんが裁判所で殺されたなら、その時すでに処刑台にいないとおかしいわ。処刑台は下がっていたのだから。確かに思い出してみればあれは地下の冷凍室にいるナノカだった気がする。私が地下に行った時に感じた既視感、それが原因だったのか。だんだん思い出してきたけど、エマッチの言ってること多分本当だと思う。そういうセリフも言ってたっけ？私が見たのは後ろから銃で撃たれたナノカだった。私は信じるよ、エマッチのこと。ココちゃん、その時間ナノカちゃんが地下にいたのだとしたら、メルルちゃんにしかナノカちゃんの死体を移動させることはできない。ココちゃんの証言と合わせて私もエマちゃんを信じるわ。だってそっちの方が筋が通っているものね。マーゴちゃん、二人に僕の言葉が届いた。ねえ、君がどうしてみんなを牢屋敷に集めたりしたのか、それはわからない。でも君は使徒アリサちゃんを毒殺して、そして黒部ナノカちゃんを地下で殺した。それができるのは君しかいないんだ。今まで魔法でトリック作ってたけど、今回誰かの魔法によって判明したな。どうして僕たちを裏切ったんだ。君がこの事件の犯人で、そして一連の事件の黒幕だ。光メルルちゃん。私は裏切ったなんて。もう難しいんじゃないか？最初から計画してたの。計画していた通りなので。黒幕なのか？それは
長い長い物語。その中のほんの少しの短い一幕。さて、どこから話しましょうか。そうですね。まずはアリサさんについて。アリサさんが死にたがっていたのは本当なんですよ。アリサさんは今ならまだ睡眠薬を飲みすぎるだけでも死ねると思っていたようでした。でもその時すでに魔女化は進行しており、もう手遅れだったんです。ナノカをなぜ殺した？なので私は魔女を殺す薬トレデキムを渡したんです。睡眠薬の瓶に入れ替えて睡眠薬と偽って渡しました。このトレデキムいつ回収したんだ？アリサさんは最後にありがとうって感謝してくれたんです。薬処方してもらった時のありがとうでしょ。あとは私は何もしていません。彼女は勝手に死んだだけですから。アリスは何でもかんでも死ぬつもりだったの。ナノカさんについても殺すつもりなんてなかったんです。でも彼女は読み取ってしまったから。メルルの過去？メルルの禁忌？今朝私が地下に入ると捜査室の操作盤が割れていました。どうして落ちていたのかわかりませんでしたけど、その時は魔法で直しておいたんです。メルルいつ入ってきたんだっけ？今いたんじゃない？千人金みたいな9時頃でしょ。今見張ってたよね。メルルどうやって入ってきたの？私の魔法は時間を戻すように何でも直してしまうとても強い力を持った魔法なのです。ステューじゃなくて巻き戻しだよね。操作盤のことがあったので誰かが地下に侵入したんだと思いました。だから冷凍室を見て回って異常がないことを確認していたんです。そんな時でした。ナノカさんが操作室に入ってきたのは、ナノカさんは銃で通気口の蓋を破壊し中に入ったようでした。扉を開けられず強引に冷凍室に入ろうとしたのでしょうね。あ、ちょっと待って、おかしい。これゲストハウスから来たってことでしょ。メルルどっから来たの？なんでもう冷凍室にいるの？隠れてたのか？銃どうやって回収したの？扉、冷凍室側から開けたの？この時まだ原子の魔法は発動していなかったんだと思います。ナノカさんは自由に使えないようでしたから。書類を見て原子発動した？私はナノカさんが移動している間に扉のロックを解除して操作室に入りました。なんでロック解除できるの？本当に黒幕なのか？これはバレないんだな。回収したんだ。するとナノカさんがいつも持っていた銃は通気口を通らなかったのか床に置かれていました。危険なものですからね。私は用心のためにそれを拾っておいたんです。ナノカさんは冷凍室の中を調べている間しばらく迷っている様子だったんですが、ナノカは銃なかったら無力だもんね。彼女は突然何かを思いついたかのようにメモをしだしたんです。おそらくその後金庫を開けていたので、その時原子の魔法が発動したんでしょうね。すごいな。きっと暗証番号を読み取ったんだと思います。その資料読まれたくなかったのか。これできる持ってるってことはメルルを開けられるんだよね。その時おそらく私のことを、そして牢屋敷の秘密を全て幻視してしまったのでしょうね。少なくとも私はそう思いました。だから殺すしかなくなったんです。何のために閉じ込めたのメルルなの？何考えてんの？金庫から取り出した資料を見ているナノカさんに背後から近づいて撃ちました。一発撃った後でもナノカさんはしぶとく生きていて、もう一発撃ったんですが、ナノカさんはそれを避けたんです。とっても執念深い方ですよね。即死ではなかったので、その場で少しお話ししたことを覚えています。今思い返せば、それはダイイングメッセージを残すための時間稼ぎだったんでしょうね。しばらくするとナノカさんが動かなくなったので、死体の処理に取り掛かりました。これはレスキューボックスか？操作盤を誰かが壊した痕跡もありましたし、他の人が来たらバレてしまいますからね。だから誰も入れないはずの処刑台のユニットに隠そうと思ったんです。斧を使ってナノカさんの体を小さくしました。
そうしてなんとか少しずつ覗き窓から通したんです。あの覗き窓、人間の頭ぐらいならギリギリ入るんですよ。すごいな。最後に壁越しに彼女を組み立てて魔法を使ったんです。何も心痛まないのか。何でも治せるから慣れてるのか。私の魔法は大きな傷でも完全に治せますし、体から遠く離れていなければほとんどの血液も戻ります。まるで時間が巻き戻るように。でも死人を生き返らせることはできないのと、手をかざした限られた範囲しか治すことができない制限はあるんです。範囲のうちに入ってたの。今回は口の中の傷までは気がつかなかったので、それが残ってしまったみたいですね。ナノカさんの執念がなかったらもっとうまく隠し通せていたとは思います。これが事件の全容です。黙っていて本当にごめんなさい。なんで冷凍室に常にいたんだろう。議論の末に出た結論にエマは目の前が真っ暗になっていった。やばいってこれ6時間くらいかかってる。えぐいこと考えるな。体の移動やばすぎるでしょ。あの質問だけやばかったな。中盤まで来てるよね。議論の末に出た結論にエマは目の前が真っ暗になっていった。神メルルが使徒アリサを、そして黒目なのかを殺していた。3人一気に死ぬの。すべての黒幕はあなただったのね、メルルちゃん。くっそじゃん。キモここは怒りからか証言台を叩く。一番立ち悪くね。聖女ぶった偽善者がよ。